ゾーンプレートカメラは P ホールカメラと同様にレンズを使わずに写真を撮るカメラですが、 P ホールカメラよりもはるかに明るくて、レンズ付きカメラと同様に比較的簡単に赤外線写真を撮ることができます。基本的なゾーンプレートである振幅型のフレネルゾーンプレートで赤外線写真撮影を行った例については、動画レンズを使わず赤外線写真ゾーンプレートで不思議な初夏の風景にあります。この動画、レンズの働きをも一部取り入れてシャープさと明るさを増したゾーンプレートである位相型ゾーンプレートを使って撮った赤外線写真についてまとめたものです。使用したカメラは赤外線・紫外線カットフィルターを取り除いてフルスペクトル化したオリンパス EM10 Mark II です。なお、この動画ではフルスペクトル化したカメラを使っていますが、本チャンネルの別の動画にあるようにフルスペクトル化していないカメラでも赤外線写真を撮ることが可能なものはあるので、そのようなカメラを使ってゾーンプレートで赤外線写真を撮ることもできます。最初に目で見ることのできる光、可視光及びこの動画の主題である赤外線と赤外線写真の関係について見てみます。光は電磁波の一種である波なので、その波長の長さに従って性質が異なってきます。具体的には色が違ってきます。目に見える光である可視光は波長がだいたい400ナノメートルから700ナノメートルの電磁波を指し、赤外線は波長がほぼ700ナノメートル以上で 0.1 ミリメートル程度以下の電磁波を指します。1ナノメートルは 0.000001 ミリメートルのことで、400ナノメートルとは 0.0004 ミリメートルのことです。ここで対象としている赤外線は可視光に近い波長の赤外線で、波長が 0.01 ミリメートル程度より短い近赤外線と呼ばれている赤外線です。この図は光の波長と写真の関係を表したもので、普通の写真は波長が約400ナノメートルから約700ナノメートルの目に見える光、可視光で撮った可視光写真です。したがって、純粋の赤外線写真は波長が約700ナノメートル程度以上の目に見えない光で撮ったモノクロ写真に近い赤外線写真です。さらに、目では見ることのできない不思議な色の世界を表現する赤外線カラー写真は、この赤外線写真に可視光も混ぜた写真で、例えば600ナノメートル程度より長い波長で赤外線領域までを含む光で撮影した写真です。この動画で扱うのは、デジタルカメラにいろいろなフィルターをつけることで撮ることのできる赤外線写真ですが、赤外線カラーフィルムでは可視光のほぼ全域と赤外線領域の光によってカラー写真を撮ることができます。フィルムによる赤外線カラー写真はカメラに装着したフィルムの性質で決まりますが、デジタルカメラによる赤外線写真はフィルターを付け替えることでいろいろな性質の赤外線カラー写真の撮影が可能です。さらに後処理で色の構成を変えて不思議な雰囲気の写真を作ることも可能です。なお、デジタルカメラでもフィルターを選ぶことでフィルム型赤外線カラー写真の撮影は可能です。この図は青い星の位置、すなわち波長550ナノメートルの光に対して焦点距離が90ミリメートルであるように作った位相型ゾーンプレートによる波長方向 Z 方向面内の光の分布を表したものです。カメラのセンサーに達する光の強さは、このデータにさらにフィルターによって決まる波長分布の効果を掛け合わせなければなりません。さらに注意すべきことは、レンズの場合、波長が550ナノメートルの光に対して焦点距離が90ミリメートルであれば、波長が760ナノメートルの赤外線に対しても焦点距離はほとんど90ミリメートルのままですが、
ゾーンプレートの場合、波長によって焦点距離は大きく変わりますから、例えば波長が760ナノメートル程度の光に対しては、この図の中で赤い星で示すように、焦点距離は 65mm 程度に変化します。波長ラムダが550ナノメートルの光の焦点距離 F が 90mm であるように作ったフレネルゾーンプレートおよび位相型ゾーンプレートを使って赤外線写真を撮影することを考えます。この時、波長ラムダが760ナノメートルの光赤外線の焦点距離は前の図にあるようにほぼ 65mm になります。そこで平行光線がこのゾーンプレートを通り抜けた後で光軸方向に Z=65mm にある焦点面上でどのように分布するかを計算した結果が左のグラフです。緑色のフレネルゾーンプレートも赤色の位相型ゾーンプレートも焦点の位置 x=0mm 近くでの収束の程度は全く同じですが、フレネルゾーンプレートの場合、焦点を離れたところで緑の実線で示すように光の強さが強くなって写真を不鮮明にする傾向があります。右のグラフは焦点に集まる光の波長分布を示したもので、フレネルゾーンプレートも位相型ゾーンプレートも広い波長範囲にわたってほぼ同じ性質であることがわかります。それでは赤外線写真用のフィルター IR760 をつけて写真を撮ってみます。カメラは赤外線カットフィルターを取り除いてフルスペクトル化したオリンパス EM10 M2 を用いました。赤外線透過フィルターである IR760 は右のグラフのように波長760ナノメートルのところで急激に透過するか遮断するかが変わるシャープカットフィルターの一つです。このフィルターは赤外線写真撮影のための標準的フィルターなので、いろいろなメーカーから発売されていますが、メーカーによっては IR76 とも呼ばれています。ここでは IR760 で統一しておきます。フルスペクトル化したカメラにこのフィルターをつければ、可視光はほぼ完全にカットされるので、赤外線だけによる写真が撮れます。特別な処理を行わなければ、ほとんど赤外線モノクロ写真です。モノクロ写真であるとは言っても、デジタルカメラで撮る際には RGB3 色に分かれたセンサーで感知されたデータを結合して最終的な写真ができるわけですから、被写体や照明の明るさによって違った色の雰囲気の写真が得られます。まずレンズ付きカメラに IR760 フィルターをつけて撮った写真と位相型ゾーンプレートカメラにこのフィルターをつけて撮った写真の比較です。1km ほど先にある茨城県庁ビルの写真です。右の写真がレンズ付きカメラによるもので、青い空、白い木の葉など赤外線写真の雰囲気がよく出ています。右の写真は位相型ゾーンプレートによるもので、レンズによる写真と比べて鮮明度はそれほど劣ってはいません。ただし、色の感じがかなり変わって見えます。この理由は次の通りです。レンズ付きカメラに IR760 フィルターをつけた場合、もともとのカメラの感度は波長が増えるに従って緩やかに減ることはフィルターをつけない場合とほとんど変わりません。これに対してゾーンプレートの場合、焦点距離を合わせた後に収束する光の波長の範囲はかなり狭くなっていて、レンズ付きカメラの場合とは違う波長分布の写真になってしまいます。花壇に植えられているハボタンの写真です。IR760 フィルターをつけて赤外線だけを通して撮影すると、レンズによる写真もゾーンプレートによる写真も赤外線を強く反射している植物の葉っぱはとても明るく白い写真に撮れます。
特に波長が760ナノメートル程度以上であると、カメラのセンサーの RGB 各チャンネルはいずれも波長依存線は比較的緩やかで同じように出力するので、全体として白い色になります。このようにレンズを使った写真もゾーンプレートによる写真も同じような写真が撮れます。ただし、この2枚の写真の間にはわずかに雰囲気の違いが感じられます。これは前に説明した通りです。児童公園の滑り台の写真です。公園の植木は赤外線を強く反射していて真っ白に映ります。ゾーンプレートの写真の場合、焦点が合っていない部分はレンズ付きカメラによる写真に比べて非常に暗くなりました。これはフィルターがその波長の光を通さないだけでなく、ゾーンプレートも光を集めない波長だからです。初詣した時に一乗院で手に入れただるまです。フィルターは赤外線フィルター IR760 を使っています。下の可視光写真でわかるように、目で直接見た時の色は緑色と赤紫色のだるまです。赤外線写真にすると直接目で見た時とは全く違う色になってしまいました。しかもレンズ付きカメラによって撮った写真とゾーンプレート写真の間でも大幅に違う色になっています。この理由は赤外線フィルターを通る光の波長分布は同じなのに、ゾーンプレートとレンズを通り抜けると波長分布が大幅に変わってしまうためです。ゾーンプレートを通り抜けた光の波長分布は波長が760ナノメートル以上の赤外線の中でもある値をピークとしたごく狭い波長の範囲内の光ですが、レンズの場合はさらに広い波長範囲の光が観測されるからです。郵便局で入手した郵便ポストの模型で、下の可視光写真でわかるように黄緑色と赤い色をしています。この場合も位相型ゾーンプレートで撮った写真とレンズで撮った写真は全く違った色になりました。次にフィルターを IR760 から IR720 に取り替えて赤外線写真を撮ってみましょう。この図のフィルターは波長720ナノメートルが光の透過と遮断の分かれ目なので、赤い可視光線がある程度含まれている赤外線カラー写真を撮ることができます。ここで繰り返しておきますが、使っている位相型ゾーンプレートは波長が550ナノメートルの光に対して焦点距離が90ミリメートルのものなので、赤外線写真を撮るときには焦点距離が大幅に短くなっています。ゾーンプレートからゾーン面までの正確な長さは予想できませんが、波長760ナノメートルの赤外線に対して焦点距離は65ミリメートルなので、ファインダーを見ながらその距離を合わせて撮影しました。このようにしてIR720 フィルターをつけて位相型ゾーンプレートを用いて茨城県庁ビルを撮りました。木の葉は真っ白でなく、やや赤っぽい色になっています。波長が長い部分の可視光の効果が現れています。同じく IR720 フィルターを位相型ゾーンプレートにつけて撮影したボケの花です。この写真では赤に近いボケの花が白く写っています。赤外線の効果が強く出るようにピント合わせがなされています。
までの赤外線写真は純粋に赤外線だけの写真、あるいはわずかに可視光も含む赤外線カラー写真で、デジタルカメラの時代になって進歩した分野の写真です。しかし、フィルムによる赤外線カラー写真としては、ほとんど可視光全域と赤外線領域の光を含んだ写真となっています。メーカーによって、用途によっていくつかの赤外線フィルムが開発されて使われてきましたが、デジタルカメラの時代である現在では入手も困難です。ただし、デジタルカメラではフィルター選びと画像処理によって赤外線カラーフィルムによる写真と非常に近い写真を完成させることが可能です。中でもコダックのエアロクロームという赤外線カラーフィルムによって撮れる赤外線写真とほとんど同じ赤外線写真を画像処理なしで得られる IR クロームというフィルターは赤外線写真撮影用フィルターとして人気があります。このフィルターは米国コロアリ社で開発され販売されているフィルターで、レンズを使えば極めて忠実にエアロクロームによる像と同様の写真を撮ることができます。IR クロームフィルターを使って撮った赤外線写真については本チャンネルの別の動画にてまとめてあります。一方、いろいろ存在する色温度調整フィルターなどをレンズ付きのデジタルカメラに取り付けて使うことで IR クロームフィルターを使って撮った写真とよく似た写真を撮ることができます。ここでは色温度調整フィルターの MC80B を使って撮った赤外線写真をご覧ください。このフィルターはこのグラフからわかるように青い光である400ナノメートルの光を最も強く通していますが、赤外線もある程度通すようになっています。ただし、注意すべきことはゾーンプレートの写真は光の波長範囲に強く依存することです。このために撮影した写真の色はレンズで撮った写真と大幅に違う可能性があります。この写真は茨城県庁ビルを 1km ほど離れたところから撮ったものです。IR720 フィルターをつけて撮影した左の写真では手前の木の葉が真っ白に写っているのに対して、右の MC80B フィルターをつけて撮った写真では木の葉が赤く、それぞれの特徴がよく出ています。中央の家の屋根や雨戸もおそらく赤外線を強く反射しているものと思われます。前の写真と同じ光景をレンズ付きカメラで撮影したものです。普通よく見られる赤外線写真の雰囲気で撮れています。新年の初詣の時に手に入れただるまたちです。白、黒、赤、緑、青の5色。モノクロと RGB がちょうど揃っています。IR720 と MC80B のフィルターをつけて写真を撮りました。画像処理はレベル調整と霞取りだけを行っています。左は IR720 フィルターをつけた時、右は MC80B フィルターをつけた時で、下の写真は可視光写真です。写真からは元の色は分かりませんが、それぞれの色を字で表してあります。白と黒以外の色はフィルターが変わると全く違ってしまいます。レンズ付きカメラで撮影したものです。MC80B をつけて撮影した写真は元の色が想像できますが、IR720 をつけて撮影した写真は白と黒を除いて他の色については元の色が想像できません。IR720 フィルターおよび MC80B フィルターを用いた場合の変化を示しています。被写体はバリ島土産の猫の模型たちです。
IR720 フィルターをつけて撮ったゾーンプレート写真は極めて鮮明に見えます。バリ島の猫たちについても、レンズ付きカメラで撮った赤外線写真については、他の写真と同様なことが言えます。郵便ポストの模型です。MC80B フィルターをつけて撮影した写真の色は可視光写真と近い色をしていますが、IR720 フィルターをつけて撮った写真の色とは全く異なっています。赤外線の反射が多いためと思われます。ポストの写真はレンズとゾーンプレートでかなり大きな違いが見えます。ゾーンプレート写真の場合、撮影時に焦点を合わせる際にかなり違いが出るようです。郵便ポストの写真の色を LAB 空間の分布で図示したものです。横方向が A 軸で緑から赤紫、縦方向が B 軸で黄色から青紫を表しています。平面に垂直方向が L 軸で明るさを表しています。シャープカットフィルター SC600 を用いて撮影した写真をいくつかご覧ください。可視光の超波長部分をかなり含みますが、赤外線写真らしく目で見た色とはかなり違った写真が得られます。最初はバリ島の猫です。この写真は普通の可視光写真とはかなり違った色に撮れています。十二支の飾り物のうさぎ立つ虎の写真です。これも可視光写真とはかなり違う色に撮れました。ヤツデの実の写真を同様に撮ったもので、葉に囲まれた暗い部分が赤っぽい色になっています。茨城県庁ビルの写真です。この葉が赤くなっています。西洋谷渡りの木はヤツデの実を小さくしたような印象で、周辺の色もヤツデと同様です。パンジーとアリッサムの鉢植えでは、白いアリッサムの花は葉と同様の色になり、区別がつきません。最後までご覧いただきありがとうございました。本チャンネルアトリエボンリューは、レンズなしで撮る写真、ゾーンプレート写真、見えない光で撮る写真、赤外線写真と紫外線写真を対象としてあります。本動画はレンズを使わず見えない光で撮った写真でした。今後ともよろしくお願いいたします。レンズとゾーンプレートでは同じ光を同じフィルターに入力しても波長分布の異なる光が出力されるので、色と雰囲気が変わった写真が撮れることが分かりました。